どうも皆さん、サックスプレイヤーの熊谷俊です。さあ、ということで今週もやっていきましょう。ヴィンテージサックスコレクションズということで、今週も新しいヴィンテージサックスをご紹介していきたいなと思います。では行ってみましょう。さあ、ということで今週のヴィンテージサックスを紹介していきます。さあ、今週のヴィンテージサックスはこちらキングのスーパー20フルパールというサックスですね。このサックスはですね、実はちょっと不思議なんですけど、ものすごいヴィンテージサックスの界隈では有名なんですけど、あんまり使ってるプロの奏者ってあんま僕見たことないなっていう楽器なんですね。で、もうこのキングって言えばやっぱりこのキャノンボールが使っていた名機なんですよ。なんで今日はこの名機であるスーパー20フルパールを紹介していきたいなと思います。今日の、まず3つのトピックご紹介していきます。一つはバリッと鳴らしたいならこれ。そしてその次 HN ホワイトからの変遷。そして最後にまた今の楽器との比較というのに分けてお話ししていきたいなと思います。それでは行ってみましょう。では最初のトピック。バリッと鳴らしたいならこれ。というふうに題しましたけど、早速ちょっと音色から聞いていってみましょう。もうね、なんか吹いた感じからもうパワーを感じるんですけども、このバリッとする感じっていうのがもうまさにこのスーパー20の特徴でもあるんですよね。で、このね、なんでしょうね、マーク6とかどっちかというとこう渋かったりとかそういうのができるんですけど、これはもうね、なんかもうむしろもうパワープレイができる音色っていうのかな。これがまさにこのキングのすごいいいところかなと思います。さあ、次のトピックである HN ホワイトからの変遷ということで、実際にこのキングのスーパー20っていうものは、もちろんキングという名前になったんですけど、元は HN ホワイト社っていうのを買収してキングにこうなっているところがあったりするんですね。で、特にこのシリーズ、実はキングのスーパー20って言うんですけど、でもこの年代によって実はシリーズが違かったりします。で、この HN ホワイトからキングになってまさにこのシリーズ1、この初期のモデルなんですけども、この頃は実は一番良かったというか、キングが合併してすぐというところもあって、まだその HN ホワイトの職人がまだ作っていた頃の楽器でもあるんですね。これがね、本当にね、最盛期というか、マーク6でいうというか、14万番台、12万番台みたいな、そういったものを指す、本当にこの鳴りのいい楽器がこの頃には出ていましたね。さあ、最後のトピックである今の楽器との比較、ちょっとしていこうと思いますけども、このね、やっぱね、フルパールっていうくらいあってね、この楽器のあちらこちらにもうまさにこのパールというか、この指替えのこの同じところの部分がこう入ってるんですね。まさにこちらも。まさにね、これがね、結構やっぱキングのスーパー20の特徴でもあったりして、特にこの彫刻なんかもね、結構やっぱこだわりがあるんですよ。まさにね、このスーパー20のこの彫刻からこのまさにこの手の込んだ感じっていうんですかね。そういうのがやっぱすごく感じられますね。で、またやっぱりこのマーク6の時もお話しして、この触ったこの感覚からいくと、やっぱりすごいコンパクトというか、こう小さく感じます。で、特にこのバネとかの、もちろんこのスプリングが変えればですけど、すごいなんかこう柔らかくて、こうなんかちょっとこう軽すぎる感じっていうんですかね。そういうのがやっぱ感じますね。で、やっぱりこのシルバーのこのネックっていうのも、まさにこの大きな特徴であって、やっぱ少しこのシルバーの入ることによってバリッとはしますよね。まさにそういったちょっとこの今の楽器と比べると結構この触った感じは大きく異なるなっていうのが僕の印象ですかね。さあ、このスーパー20、まさにこの外見からもそして音からもですね、もう特徴がもう溢れ出てるというか、そういった特徴のあるすごい楽器ですけど、本当にね、音色は僕はマーク6を超えるくらいいいサウンドなんじゃないかなと思っています。さあ、このスーパー20、フルパールを使って最後にジャズのスタンダード曲を1曲お届けしたいなと思います。チュニジアの夜です。ぜひ聴いてください。
どうでしたでしょうか。このバリッとしたサウンド、本当に感じてもらえたらなと思います。ぜひこの動画が良ければ、グッドボタン、そしてチャンネル登録もよろしくお願いします。また概要欄では今回、ご紹介したサックスの、写真や詳細が、綴られたページが、リンク貼ってあります。ぜひそちらからも、ご確認いただけたらなと思います。またですね、この楽器レンタルもしております。ぜひそちらもご検討いただけたらと思います。ということで最後までご視聴いただきましてありがとうございました。サックスプレイヤー熊谷俊でした。